皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。これまで数回の動画を使い、ミカエリスメンテン式及びその関係式の効率的な誘導法を説明しました。これらの式にはミカエリス乗数という酵素反応固有のパラメータが含まれています。この値の大きさは酵素が関わるさまざまな反応システムの特徴を理解するのに役に立ちます。そこで今回はミカエリス乗数が持つ物理的意味を応用例を示しながら説明します。1式はミカエリスメンテン型の酵素反応スキームです。これによれば基質 S が酵素 E の触媒作用により複合体 ES を形成した後、生成物 P へ変換されます。すでに説明しているように、1式からは迅速平行法により2式のミカエリスメンテン式が導かれます。何度も繰り返しますが、数式モデルには誘導の際に用いた過程の特徴が含まれています。ここではミカエリス乗数 Km について考察してみましょう。3式は1式から抜き出した迅速平行の箇所です。本反応スキームによれば反応速度は4式のように書かれます。ここで右辺を速度乗数 k プラス1でくくり5式のように表します。平行状態において反応速度 v は0となります。よって5式を km について解くとミカエリス乗数の定義式6式を得ます。ミカエリス乗数は乖離乗数です。その訳は形成された複合体 ES が酵素 E と基質 S へ乖離する過程、すなわち逆反応の方向に注目して定義されているからです。よって Km の値が大きいほど ES が形成されにくいことを意味します。また3式は7式のように表すことができます。平行状態において反応速度を0と置きます。7式を KEQ について解くと、平行乗数の定義式8式が得られます。本式から明らかなように、KEQ は正反応に基づき定義された乗数です。このため、KEQ の値が大きいほど ES が形成されやすいことになります。このように Km は KEQ とは全く反対の意味を持つことを覚えておいてください。Km の物理的意味を理解したので、このことを拮抗阻害が並行して起こる酵素反応スキーム9式へ適用してみましょう。これに対する反応速度式は10式のようになります。今、分母のミカエリス乗数と阻害を含む項を11式のようにまとめて KMAPP と表します。ここで KMAPP は12式のように定義した見かけのミカエリス乗数です。11式はミカエリスメンテン式と同じ形を持っています。そこで KMAPP の値について考えてみましょう。12式中の阻害乗数 Ki と阻害物質濃度 I はともに正の値を取ります。よって KMAPP は Km よりも必ず大きな値になります。ミカエリス乗数の定義によれば、このことは ES が生成しにくいことを意味します。9式を見てください。酵素 E の一部は I と結合します。これにより ES は形成されにくくなります。KMAPP が Km よりも大きくなるのはこのことを示唆しているのです。このように酵素が関わる反応において見かけのミカエリス乗数を定義することができたら、その値が Km の値に比べて大きくなるかどうかを調べてみてください。これにより酵素反応システムの特徴をより深く把握できるようになります。もう一つの例として固定化酵素反応を考えてみましょう。固定化酵素とは、酵素の得意な触媒機能を繰り返し使用するため、酵素をさまざまな方法で固体材料に固定化したものです。
固定化酵素の研究は1950年代から始まり、1990年代まで世界中で精力的に行われました。本研究では反応プロセスの実用化とともに固定化した酵素の見返り出量数の変化が詳細に調べられました。酵素反応を表す見返りメンテン式中の速度パラメータはどのように決定されるのでしょうか。有利酵素系では酵素を水溶液に溶かし、さまざまな基質諸濃度において反応初速度を測定します。そして見返りメンテン式を線形化した時の式の関数関係で実験データをプロットします。次に本プロットに適合するように直線を引き、その勾配と切片から VM と KM を決定します。固定化酵素系においても同じような手法を適用できます。まず固定化酵素粒子を水溶液に入れて攪拌しながら酵素反応を行います。これにより基質諸濃度に対して反応初速度を測定します。その線形化プロットは図のように曲線になりますが、その一部のデータに直線を引きます。そしてその勾配と切片から VM と KM を決定します。ここで KM の値は反応場の環境因子の影響を受けた見かけの見返り出量数 KMAPP です。多くの研究者の興味は有利酵素の見返り出量数 KM と固定化酵素の見返り出量数 KMAPP がどのような関係にあるかを明らかにすることへと向けられました。この表は拡散抵抗のみが存在する条件下で異なる単体にさまざまな酵素を固定化したときに測定した KMAPP を有利酵素の KM と比較したものです。ここでガンマ2は見かけの値と真の値の比を表します。ガンマ2はすべて1よりも大きいことがわかります。このことから拡散抵抗は見かけの値を真の値よりも大きくするように作用することがわかります。見かけの見返り出量数が大きくなる原因を考えてみましょう。酵素は単体の細胞内に固定化されています。基質は水溶液中に存在しますので、酵素反応が起こるには基質は単体の細胞内に入り拡散した後、酵素に結合する必要があります。この時、基質が生成物となる時間は拡散時間と反応時間の和であり、酵素が水溶液に溶けている場合よりも長くなります。これは基質が見かけ上、酵素と複合体を形成しにくい状態と同じであり、このことがKMAPP が有利酵素の KM よりも大きな形で現れているのです。それでは KMAPP が KM よりも小さくなることはないのでしょうか。この表は拡散抵抗と静電的相互作用が存在する条件下で測定した KM と KMAPP を比較したものです。単体と基質が異符号の電荷を帯びているとき、基質は迅速に酵素の元に引き寄せられ、酵素周辺の基質濃度は常に高くなります。これは酵素が基質と見かけ上複合体を形成しやすい状況を作ります。実際のところ、単体と基質の電荷が異符号のとき、ガンマ2はすべて1よりも小さくなります。一方、同符号のときには全く反対の状況となるので、ガンマ2は1よりも大きくなります。このように、酵素反応が関わるシステムにおいて、反応速度式中に見かけの見返り出量数 KMAPP を含むように記述したとき、その値の大きさを基質と酵素の親和性の尺度として利用し、システムの特徴を調べることができます。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。